チッス。まだまだ寒い時期が続きそうなんで、くっそ温まる鍋を作っていこうと思います。今日の飯はカムジャタン鍋。カムジャタンは本場韓国にも専門店が多いソウルフード。濃厚な甘辛いスープにデカめに切ったホクホクじゃがいもがたまらない。じゃがいも余ってたらこいつを食らって一緒に汗をかかないか。本日使う物はこいつらだ。最初にじゃがいもの下処理をやっておく。カムジャタン。カムジャというのは韓国語でじゃがいもという意味だ。タンはスープを指す。つまりカムジャタンの主役はこいつだ。ゴロゴロとしたデカめのじゃがいもを楽しむ料理だが、でかい分煮込むのに時間がかかるんで、レンジで下処理してある程度柔らかくしておく。皮をつけたままレンチンした方が中の水分が保持されホクホク仕上がるが、熱い状態で皮むくの結構大変なんで、こうやってある程度水分をまとわせた上でふんわりラッピング。そしてレンジで加熱する。600ワットで 4,5 分。ある程度煮込んでスープの味を染み込ませたい場合はもう少し短くして煮込み時間を長くしてもいい。そしたら次はお肉。今回使うのはお安くなってた牛の切り落とし肉。本来カムジャタン鍋はスペアリブを使うことが多い。骨からいい出汁が出るんで手に入ればもちろんそれを使って構わない。あと個人的に薄切り肉の方が食いやすくて好き。まあ肉なら何でもよろし。スペアリブを使う場合は一度下茹でして余分な油と臭みを抜いてから使うといい。ちょっと下処理に手間がかかる。今回はプルコギのように肉に調味料を全部ぶち込んで下味も同時につけていく。まずコチュジャン大さじ3。辛いのが苦手な場合は日本の味噌とブレンドするといい。醤油大さじ2。みりん大さじ2。さらに薬味を加え風味を豊かにしていく。まずニンニク。もうこれは好きなだけぶち込んでいいが、今日は2個ぐらいにしとこう。現地のやつらは多分もっと入れている。皮を剥いてすりおろす。ニンニク刻み方はいろいろあるが、細かければ細かいほどパンチが出る。すりおろしてしっかりガツンとした風味を足していきたい。そして同量の生姜。調味料をぶち込んだら和える。そしたら鍋に入れる具材をカットしていく。玉ねぎ1個丸々。じゃがいもと肉があれば他の具材は何でもいい。余り物の野菜やきのこをお好きにぶち込んでもらって構わない。食感を残したいのでやや厚めのくし切りにしていく。そして緑の野菜。真っ赤なスープに映える。長ネギとかでもいいんだが、ここは俺の好きな春菊。このほろ苦さがたまらない。旬の野菜は安くてうまいんでガンガン使っていきたい。適当な大きさにぶつ切りにする。そんなこんなしてるとじゃがいもが仕上がった頃でしょう。かなり大きめにカットしてゴロゴロとした存在感を持たせる。細かく切るよりもこっちの方がじゃがいもの甘みをしっかり感じることができるだろう。ってな感じで仕込みは以上だ。こっからはもう早い。まず肉を投入。軽く炒めて薬味の香りが立ったら玉ねぎを投入。そしてキムチ。発酵食品であるキムチは旨味が豊富。網エビとかも含まれてるんで具材というよりも俺はだし感覚で使っている。今回は 100g 程度加えた。キムチはメーカーによって味の差がかなりばらつくんで、その点においては最後に調整する。さらにここに好みで加えてほしいのが唐辛子。ここはやはり韓国産の唐辛子を使った方が本場っぽい風味が出る。粗挽きと粉末ブレンドしてるがどっちか一方でも構わない。ちなみに粉末の方が辛い。そしてこの分量だけは真似しないでほしい。大さじ1ぐらいから試してほしい。一味の方が全然辛いんで代用する場合は量を減らそうね。軽く炒めスパイスの香りを最大限に引き出す。
そしたら水 800cc をさっき肉を入れてたボウル、これで溶いて鍋に加える。そしたらじゃがいもも投入。生の状態から煮込むと結構時間がかかるが、レンジである程度柔らかくなってるんで、さして時間はかからない。あとはここに出汁を加えていく。韓国の出汁といえば、ここはやはり出汁だ。出汁だというのは牛骨の出汁だ。こいつを足したら本場の味だ。確かめたければ迷わずこいつを足しな。あの S ラッパーより俺の方がうまくねえか。足しだない場合の代用は鶏ガラスープの素だったり和風だし使っても普通にうまい。そしたらここで味見をかまして最後の味の調整をする。調整に使うのは砂糖。分量は使ったキムチによって変わる。日本の甘めのキムチを使った場合は小さじ1程度でいいでしょう。なお今回におきましてはこの何とも言えないパッケージのキムチが気になり買ってしまったが、やたらと酸っぱかったんで大さじ1ぐらい加えている。砂糖は酸味を打ち消しマイルドにする効果もあるし、隠し味に使うとコクが出る。味がバチゴリ決まったら最後春菊。こいつはすぐ火が通る。あとは好みですりごま、そして香り付けのごま油。こいつを適量かけたら完成だ。これが俺のカムジャタン鍋。できます。デカめに切ったじゃがいも。このくらいのデカさがホクホク甘みがしっかり感じられてうまい。まとわりついた濃厚な甘辛いスープとじゃがいもの甘み、この組み合わせが絶妙にうまい。体が一瞬で温まる。カプサイシンにより増幅される俺のアドレナリン。毛穴が開き汗がほとばしる。汗のかきにくい寒い時期はこういうの食ってどんどん代謝を促進させる。燃えよ俺の脂肪。てかこのスープうますぎる。昔とある韓国料理屋で食ったあの味、完成度高えな多い。カムジャタン鍋は具材がでかいんである程度濃厚なスープにしとくのがコツだ。スペアリブを使う際はなおさらだ。味しみしみの肉、玉ねぎの甘み、そして名脇役春菊。このほろ苦い味わいがいいアクセントになるんだ。韓国料理にマジ合う。おすすめです。なんでこいつこんなに反応してんだ。さすがにこいつは致命傷になるんで食わせるわけにはいかねえな。具材をかっさらったら締めに移る。今日の締めはこの韓国うどん。カルディに100円ぐらいで売っている。めちゃ安い。安い割にこれがうまい。麺の太さは普通のうどんと稲庭うどんの中間ぐらい。つるつると喉越しもよくコシもしっかりある。くっつきやすいんで鍋に入れたらすぐほぐす。俺の場合は少し長めに煮込み、麺が赤っぽくなるまで汁を吸わせて食うのが好き。この食べやすい太さ、喉越し、つるつるしこしこうどん。もっと流行って全国のスーパーに置いてあればいいのに。腹パンに近いのに無限に食える。まさに締めは別腹。よいしょ。